突然、バシャンと冷たいビールがかけられる。驚いて、俺は動くことができなかった。貧乏人は着る服もダサいな。なんだその服は、ヨレヨレじゃないか。10年ぶりに行われた高校の同窓会で、こうバカにしてきた同級生は、幼い頃から俺を母子家庭の貧乏人と嘲笑う天敵だ。まあ、お前みたいな底辺デザイナーにはお似合いだけどな。床にポタポタと落ちる水滴、服に染み込むビールに固まる俺に、同級生は重ねて暴言を吐き嘲笑する。お前なんかじゃ仕事をもらうのも大変だろうな。ちなみに、うちの会社は人気デザイナーと専属契約したんだ。まあ、年商100億は間違いないな。そして自慢も忘れないのがこの同級生らしかった。本当にお前は変わらないんだな。もういい大人だというのに、いつまでも人をけなして楽しんで。幼い頃に負った心の傷もお前にはわからないだろう。お前がそうやって改心しないなら、俺にも手段がある。俺の大切なもの、コツコツと積み上げてきたものはお前に渡さない。今の俺は子供だった昔の俺とは違うのだ。俺は同級生にしっかり償いをしてもらうことにした。うわ、お前またこの服だ。きったねえな。貧乏人は臭いからこっちに来るなよ。こいつの家はお父さんがいないから服も買えないんだ。この手提げもなんか変だぞ。やーい貧乏人。うるさいな。お前こそあっち行け。俺が怒ると同級生たちがランドセルを揺らしてキャッキャ楽しそうな笑い声を上げながら逃げていった。それを俺は睨みつけて、ああ、夢か。重たいまぶたを持ち上げると、目の前には見慣れた天井が広がっていた。枕元で鳴り響くスマホを止めながら体を起こす。俺の名前は一ノ瀬健吾。ファッションデザイナーとして働いている。今朝は随分と懐かしい夢を見てしまった。あれは俺が子供の頃に経験していたもので、あんな風によくからかわれていた。原因は母子家庭だったことだろう。俺には父親の記憶がなく、幼い頃からずっと母親と二人暮らしだった。小学校も中学年くらいになると、クラスのボスが俺に目をつけて、仲間たちと俺のことを何かと貧乏だとバカにしてくるようになった。俺はバカにされるたびに負けじと言い返していたが、自分が貧乏だなんて思ってもいなかったし、ピンとこなかった。確かにうちはお父さんがいない。でも別に服は汚くもないし、臭くもない。なんでバカにされるのかわからなかったが、そんな時、いつも家に帰ると泣いていたのは、貧乏と言われると悲しくて、胸の奥が苦しくなったからだ。これどう？健吾のシャツで作ったんだけど、体操着を入れるのにいいでしょ？そう言って母は白い袋をひらひらとさせて俺に見せながら、いろいろな布を山盛りにしてミシンを動かし続けている。母はその頃服飾の仕事をしていて、俺が成長して着れなくなった服をリメイクして学校に持っていく手提げや小物などをいつも作ってくれた。これちょうどいいよ。学校でバカにするやつもいたが、俺が母が作るものを気に入っていたのは、ちょっとかっこいいと思っていたからだ。思えば節約のためにやっていたことかもしれないが、
母がミシンをかけるときには、俺も見よう見まねで一緒に作るのが楽しみだった。そしてそんな母の影響もあって、俺は洋服作りやデザインに興味を持つようになった。高校に入ると服飾部で活動し、卒業後はデザイン事務所に就職。現在に至るというわけだ。毎日いろいろなデザインを考えて、様々な洋服を作り上げるのは楽しかったし、俺のデザインした洋服を誰かが喜んで着てくれる。それは幸せなことだった。だからデザインの細かい作業に追われても気にならなかったし、俺はこの仕事に心底入れ込んでいる。もうしつこいわね。一体何なの？いい加減にしてよ。俺が店に着くと、いきなり女性の怒った声が聞こえてきた。ここは地元にある居酒屋だ。今日はここで高校の同窓会が行われている。高校を卒業して10年。地元に就職した友人が発起人となり、ちょっとした同窓会をしようと誘ってくれたのだ。俺はちょっとだけ悩んだが参加を決めた。今朝、懐かしい夢を見てしまったのは、きっとこの同窓会が原因だと思う。まあ、それはさておき。俺は声の方へ目を向ける。まなみ、いいじゃん。俺と飲もうよ。一人の男性が女性の横に座り込み、肩を寄せてしつこく絡んでいる。先ほど怒った声を出していたのはこの女性で、高校の服飾部でいつも一緒に活動していた春山まなみさんだ。そしてうざがらみしている男性が深田。深田は小学生の頃から俺をいつも貧乏人とからかい、母がリメイクしてくれた小物をいつもバカにしてからかってきたやつだ。中学に入った頃には俺も要領を得て、できるだけ深田に近づかないようにして何か言われても無視していたら、あまり嫌がらせもなくなっていった。だが俺が深田と同じ高校に進学する羽目になったのは、地元には高校があまりなかったせいである。同窓会で高校の友人たちに久しぶりに会いたかったが、俺が当初は出席をどうしようかと悩んでいたのは、この深田の存在があったからだ。いきなり何なんだ？状況が飲み込めず、俺は慌てて二人に近づいた。俺は仕事の都合で少し遅れてしまって、急いで駆けつけたのだ。どうしたんだ？やめろよ。俺が深田と春山さんの間に割って入ったのはとっさのことだ。深田の姿を見ると、小学生の頃バカにされた記憶がよみがえり、一瞬身構えたが、なぜか体が勝手に動いていた。これは貧乏人のお出ましだ。けどな、お前なんかが出しゃばるんじゃないよ。貧乏人。そう言われて俺はまた胸の奥が苦しくなった。深田はすでに酔っ払っているようで、なんだか目が座っていてふらついている。酔っているとはいえ、よくもいきなりそんなひどいことが言えたものだ。俺はいつの間にかぐっと唇を噛みしめていた。この男は良心なんてものは持っていないのだろう。春山さん、こっちの席が空いているよ。ありがとう、一ノ瀬くん。深田くんがうるさいから困っていたのよ。俺が呆れたように目で合図をすると、春山さんも苦笑しながら席を移した。ふん、かっこつけやがって。貧乏人が来ると思わないから、お前の席なんかないぞ。お前飲みすぎじゃないか？少し静かにしろよ。そう言って俺は
できるだけ深田から離れた隅の空いている席に座った。深田に会ったら無視を決め込むはずだったというのに、早速予定が狂ってしまった。とはいえ、困っている春山さんを無視することはできなかったので仕方がない。おい、俺に言い返すとはいい度胸だな。一方、深田はいいきっかけをつかんだとでも思ったのだろう。ビールの入ったグラス片手に立ち上がると、千鳥足で近づいてきて、せっかく離れた席に座ったというのに、俺の隣へドカッと腰を下ろした。貧乏人のお前が俺に意見するなんて間違いなんだよ。なんだよ、それ誰が決めたんだよ。もちろん、俺に決まってるだろ。深田は自分の言ったことに受けて、ギャハハと笑い声を上げる。そして、ひとしきり笑った後、顔を近づけて俺のシャツをじろじろと舐め回すように見てきた。それにしても、貧乏人は着る服もダサいな。なんだよ、その服は。ヨレヨレじゃないか。ヨレヨレって、そんなことはないと思うけど。いや、ヨレヨレでダサダサだぞ。ほんと、そういうところはガキの頃から変わらねえな。同窓会くらいいい服着てこいよ。そう言うと、深田が見せびらかすように胸を張る。俺は今、有名アパレルメーカーの本社勤めなんだ。で、俺が着てる服はうちのメーカーのもので、すべて高級ブランドだ。まあ、所詮、お前みたいな貧乏人には手が出ない品物だろうけどな。ああ、そうかい。そりゃすごい。深田の自慢にイライラさせられたが、それをなんとか押し殺して短く返す。そんな俺の淡白な反応が面白くなかったのか、深田は少し不機嫌そうに口を曲げたが、すぐに何かを思い出したようににやりと笑った。ところでお前、今何しているんだ？どうせ貧乏人はろくでもない仕事だろうな。ああ、俺は今、ファッションデザイナーをしているんだ。はあ？お前みたいなダサいやつがファッションデザイナーかよ。笑わせるな。お前みたいなやつがデザインした服なんて誰が着たいんだよ。そう言って深田は愉快そうに笑う。デザイナーといえばよ、うちの会社は今度人気デザイナーと専属契約したんだ。お前みたいなダサダサデザイナーと違って人気デザイナーな。まあ、これで年商100億は間違いないだろうな。すごいだろう？それはよかったな。まあ、お互い頑張ろう。別に深田がすごいわけではないと思うのだが、そんなことを言っても深田はどうせ俺の言うことなどまともに聞くことはないだろう。酔いが回っている深田を相手にしても、俺自身の苛立ちが増幅するだけで仕方がないので、受け流そうとするも、深田はなおも絡んでくる。ああ、じゃあ今から俺が三流デザイナーのお前におしゃれの美学ってものを教えてやるよ。あのさ、深田くん、ちょっといい？気がつくと、俺の後ろに春山さんが立っていた。お、まなみ、お前も聞きたいのか？ここに座れよ。振り返って春山さんを見る深田の目が光っている。ああ、そうじゃなくて、深田くんさっきから一ノ瀬くんにいろいろ言っているけど、深田くんの着ている服は確かに高級ブランドかもしれないけど、全身ブランドで固めてちょっとどうかなって。春山さんは言いにくそうだったが、でもきっと俺に助け舟を出してくれたのだと思う。こちらの様子を伺うようにして、春山さんはさっきから俺たちのことを気にかけてくれていたのだ。いや、春山さんだけでなく、周りの同級生たちも
深田が大声で何か言うたびに、何かひそひそと小声で話しているのがわかり、せっかくの同窓会がなんだかしらけた雰囲気になっていた。なんだよ、まなみ。俺のことバカにしているのか？春山さんを睨むように見て語気を強める。自慢のファッションにケチを入れられたのが気に入らなかったのだろう。だが実際のところは春山さんの言う通りだ。深田は全身一目で高級ブランドと分かり悪目立ちしている上に、上下が違うブランドなのだ。それがどうにも奇妙で、お世辞にもセンスがいいとは言えない。俺に意見するなんてまなみでも許さねえぞ。おい、やめろ。深田が立ち上がり、春山さんの腕をつかもうとするので、俺も瞬間的に立ち上がった。しかしその時、深田は持っていたコップのビールを俺に浴びせてきた。うわ、何するんだ。とっさのことで避けることもままならず、俺の白いシャツはびしょ濡れになり、ポタポタとビールが落ちて床にまでシミができた。どうせその安っぽいシャツもお前のママのリメイクかなんかだろ。そう言ってニヤニヤと俺を見下したように笑う深田は、もうろれつが回っていなくて、その後何やらわけのわからないことを言って大声で騒ぎ出した。ダサい貧乏人はとっとと帰れ。お客様大丈夫ですか？もう少しお静かにお願いします。深田、飲みすぎだよ。おい、ちょっと手伝ってくれよ。すでにかなり酔っていた深田は手がつけられなくなり、店員や同級生たちに取り押さえられ、外に連れ出されてしまった。一ノ瀬くん、大丈夫？シャツがびしょびしょね。ビールをかけるなんて、深田くんどうかしているわよ。ああ、大丈夫だけど、こんな濡れたままだとな。ちょっと用事を思い出したし、今日はもう帰るよ。俺はそう言って店を出た。みんなに気を使わせてしまっては悪いし、お気に入りのシャツがシミになりそうだった。それに、用事を思い出したというのも本当だ。そして迎えた翌日、深田とその上司が俺の事務所にやってきた。一ノ瀬様、本当に申し訳ありませんでした。こうして深田も反省していますし、なんとか考え直していただけませんか。深田の上司はそう言って深々と頭を下げたが、深田は無然としてただ突っ立っているだけだ。一ノ瀬様のような人気デザイナーは他におりません。何とぞ。上司だけがそう言って繰り返し頭を下げているのだ。実は深田が言っていた専属契約をした人気デザイナーというのは俺のことで、昨日同窓会の店を出た後、契約解消を申し入れていた。一ノ瀬くん、君はデザインの勉強をしたことがあるのか？いいえ。ああ、子供の頃、母と小物をミシンで作ったりしていました。そうなのか。君はファッションデザインのセンスがあるから本格的に勉強してみないか。高校の時、俺の才能に目をつけた服飾部顧問の先生の勧めで、部活のない日は先生の知り合いのデザイン事務所でアルバイトをしながらデザインの勉強をさせてもらうことになった。本格的にデザインの勉強ができる。しかもアルバイトをしながら、一石二鳥とはこのことで、俺は2つ返事で OK したことをよく覚えている。今でこそ一人で事務所を立ち上げて独立しているが、それは俺がアルバイトをしていた事務所にそのまま就職させてもらい、力をつけ順調に功績を上げることができたからである。思えば先生がその時
声をかけてくれたことが俺の人生の転機なのかもしれない。そして最近は注目の若手デザイナーとして話題になり始めて、大口の案件が決まるなど充実している日々だ。さあ、深田ももう一度謝りなさい。ああ、はい。どうもすみませんでした。上司が背中をつつくと、深田はそっぽを向きながら、明らかに嫌々ながらといったわざとらしい謝罪の言葉を口にした。深田は本社の総務部に勤務しておりまして、デザイナーさんのことは何も存じ上げないものですから、昨日のような失礼なことを申し上げてしまいました。深田は今回の契約についても詳しいことは何も知らなくて、どうやら社内報で見たことを俺に話しただけらしい。このように深田も反省しておりまして。はあ、どう見ても反省しているようには見えないのですが。なあ深田、お前全然納得してないだろう。ため息混じりに深田へ水を向けると、深田は俺をじろりと睨むように見合った。そんなことは。それ、反省しているやつの目じゃないぞ。俺の指摘に深田は小さく舌打ちすると、勢いよく頭を上げた。ああ、そうだよ。深田。こいつが人気デザイナーというのは何かの間違いだ。子供の頃は貧乏でいつも汚い服を着ていたし、同窓会の時もおかしなヨレヨレのシャツだったじゃないか。深田にはやはり反省のハの字もなかった。上司が面食らうのもお構いなしに俺を罵倒し始める。また深田くんなの？その時、春山さんが事務所の奥から出てきた。お、まなみ、こんなところでどうしたんだ？あら、言ってなかった？私、ここの事務所でパタンナーとして働いているの。深田くんは一ノ瀬くんをバカにしているけど、一ノ瀬くんは有能だから、この事務所も左うちわなのよ。春山さんは高校の服飾部で一緒に活動していたが、その頃から俺のデザイナーとしての才能を高く評価してくれていた。この事務所で働くことになったのは、独立した際にパタンナーとして働きたいと春山さんが希望してくれたからだ。一ノ瀬くんの着ていたシャツはヨレヨレじゃなくて、あえてシワを加工してあるの。軽くて通気性もいいし、一ノ瀬くんがデザインした最近すごく人気のあるシャツよ。深田くんは何も知らないのね。春山さんは同窓会の時もそうだったが、俺の言いたかったことを深田に先に言ってくれた。見る人が見れば、最高級の生地を使っている一流品だってすぐにわかるわ。春山さんの言葉に深田がぐっと言葉に詰まる。本当にお詫びの言葉もありません。とんだ失礼を。深田の上司は気の毒なほど顔面蒼白になり、身の置き場もないといったように恐縮して、またペコペコと頭を下げる。だが肝心の深田といえば、決まりが悪そうにだんまりを決め込んでうつむいている。あともう一つ言いたいことがあるのよ。もう一つですか？春山さんは困ったように眉を潜めてそう言うと、深田の上司はますます慌てて目を丸くした。前に深田くんが付き合ってほしいって私に言った時に断ったでしょ？その後もずっとメールや電話をしてくるの。いい加減やめてほしいの。深田、そんなことしているのか？信じられん。お前、2年前に結婚したじゃないか。
あ、それは、結婚前の話ですよ。深田くん結婚しているの？だって昨日の同窓会でも付き合ってほしいってしつこく言ってたじゃない。いや、俺は冗談で言っただけで。深田は目を泳がせ、白々しく苦しい言い訳をしているが、上司をはじめみんなは厳しい視線を向ける。深田、俺は春山さんと将来を考えて交際しているんだ。今後彼女に近づくなよ。わかったか？俺はちょっと春山さんを見てから強い口調でそう言い放ち、深田を睨みつける。深田が春山さんにそんな交際を迫るようなことまで言っているとは知らなかった。重ね重ね本当に申し訳ありません。この件につきましては上の者に伝えて深田の処分を改めて考えます。深田の上司はそう言うと、肩を落としがっくりとしている深田の腕をつかんで帰っていった。深田の会社からその後についての説明があったのはその翌週のことだ。深田の一ノ瀬様に対する暴言や既婚者でありながら女性に言い寄っていたことによる素行調査を行うことになりました。その結果、社内でも日頃の勤務態度の悪さや怠慢な仕事ぶり、他の取引先への暴言も明らかとなり、解雇処分となったそうだ。この度はいろいろとご迷惑をおかけいたしました。しかし、私どもは一ノ瀬様のデザインを大変に高く評価させていただいております。どうかもう一度契約について考え直していただけませんか？深田の上司が神妙な表情で頭を下げる。俺はもともとこのアパレル会社の作る服が好きで契約を決めていたので、深田がいないなら願ったり叶ったりで専属契約をもう一度受けることにした。ここは本当に素晴らしい服を作る会社なのだ。春山さん、この前将来とか考えているって話だけど、この一件が一段落した時に、俺は春山さんにちょっと聞いてみた。え？何？よく聞こえないからもう一度言って。春山さんは忙しそうにそう言って、何やら急に書類を片付け始めた。いや、なんでもないよ。それより最近忙しくて疲れただろう。帰りに何かうまいものでも食べて帰ろうか。やった！じゃあ今日は一ノ瀬くんのおごりね。将来とか結婚とかについて俺だけが勝手に考えていて、彼女自身に話したことはなかったが、俺と春山さんは以前から交際している。しかしあの日、深田が春山さんにしつこく交際を迫っていたと聞いて、つい将来のことが口をついて出てしまった。春山さんは仕事とプライベート両方のパートナーとして大切な人だ。母さんも春山さんとは結構仲良しで、よく事務所に来ては2人でおしゃべりをしている。春山さん、いや、まなみと俺の幸せのために、俺はこれからもデザインの仕事に邁進していくことを決意した。